はい、どうもじゃカネゴでございます。ということで、今日なんですけども、さっきね、市場に行ってきたんですよ。で、そこで、すっごいいい魚見つけちゃったんですよ。あそこら辺にね、いい魚があったんですよ。こいつ、アマダイ。今日じゃあこのアマダイもらいます。はい、どうもありがとうございます。ということで、本日の食材がこちら。アマダイっていうことでね、それではこちらを、さばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、アマダイ。っていうことでね、市場でひときわ光ってました。1尾4000円です。大きさも大きさなんですけど、なんといってもね、とても分厚いんですよね。結構クオリティのいい魚だなと思いましたので、ちょっとお値段しましたけども、買ってきました。で、このアマダイっていうのはね、鱗が美味しい魚っていうので有名なんですよ。なので今日はこちらのアマダイ、鱗をパリッパリにして塩焼きにしたいと思います。で、その塩焼きを片身と、で、もう片方は昆布締めで、お刺身で食べたいと思います。で、鱗焼きの方は鱗ついたままでいいんですけど、で昆布締めの方は皮引いちゃいますんで、片方は鱗取ります。で、片方は鱗ついたまま。じゃあ片身だけ鱗落としていきます。でね、アマダイは鱗が多いんですよ。ビシッと鱗ついてます。この鱗に油をぶっかけると、ビリビリビリってこう逆立つんですよ。楽しみでしょう。僕も楽しみです。はい、片方取れました。そしたら一度洗っていきますね。で、ここで、綺麗に鱗がもう洗います。鱗も食べるんでね、綺麗に洗っていきます。はい、そうしましたらおろしていきます。まずはエラ抜くか。エラを抜いて、はい、エラが抜けました。カマの下からいきますか。頭を落とします。で、内臓を取り出します。よいしょ。で、綺麗に洗います。はい、綺麗に洗いました。で、頭はね、これカブト割りにしていきます。よいしょ。はい、こんな感じですね。で、そしたら3枚におろしていきます。こっちが鱗がついてない方ですね。鱗がついてない方からおろしていきます。下に1本、上にも1本、ガイドライン、深く入れていき、ここまで来たら尻尾の方から断ち切ります。よいしょ。こんな感じ。そしたらこっち鱗がついてる方も下ろしていきます。はい、このようにおろし終わりました。そうしたら腹骨をすいていきます。で、こっちが鱗がついた方。そしたらこれを3等分ぐらいに切っていきます。1、2、3等分。そしたらあとはここに熱い油を3回ぐらいかけて塩振って焼くだけです。で、こっちは昆布締めにしていきます。でね、昆布を切らしてしまっている。ちょっと買いに行ってきます。おっす。昆布を売ってください。昆布かあるよ。昆布あります。北海道日高です。これか。兄貴、これちょっとちっちゃいわ。ちっちゃい兄貴、幅が欲しいわ。幅がないんだわ。幅がないか。こっちやな。確かにこっちにねあったんだよね。これだよ。このぐらいの幅が欲しかった。これをもらおう。これください。はい、ありがとうございます。昆布締めを作りたいなと思って。昆布締めをな。このぐらいの昆布が欲しいでしょ。欲しいな。残った昆布俺にくれ。ええよ。よし。はい、そしたら昆布が戻りました。かなりでかいですね。そしたら昆布を4等分ぐらいに切ります。そしたらこちらの身を背と腹に分けます。で、腹の方は皮引いちゃいます。
で、昆布を敷いて、少しだけ日本酒を垂らします。よいしょ。で、ぬり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 と。で、そこに先ほど皮引いた甘鯛の実を乗せます。軽く塩をかけます。両面軽くかけていきます。そしたら昆布でこういう風に包みます。そしたらラップでしっかりくるんでいきます。ギュッギュッと。これで皮引きの昆布締めの完成。で、もう一個のこっちはね、湯引きにして昆布締めにしたいなと思います。甘鯛の実を皮の方上にして、で、リードを乗せます。で、そこに熱湯をかけていきます。そしたらすかさず冷水に入れて粗熱を取ります。粗熱が取れたら水気をしっかり落としていきます。で、水気が取れたら、どうしても鱗が残るんですよね。食い込んでる鱗が浮き上がってきますんで、これを手で取っていきます。そしたら先ほどと同様に昆布を用意します。今回は2つに割りました。巻くよりね、2つに切って挟んだ方がいいなっていうことを気づきました。日本酒を垂らします。もう日本酒はほんと塗る程度で OK ですね。で、塩を軽くかけていきます。そしたら昆布に挟んでいきます。ラップにくるみます。これで冷蔵庫で1日寝かしたいと思います。ほんで、この鱗ついた甘鯛の切り身ですね。こちらもせっかくなんで昆布に乗せて昆布風味つけていこうかなと思います。こういう感じで。かなり贅沢な使い方ですけどもね。で、こちらもラップにかけて冷蔵庫で1日寝かしたいと思います。それじゃあ1日後に移動。では1日経過しました。揚げていきましょう。さあ、どれどれ。いいのに締まってますね。こう、わかりますかね？若干こう茶色っぽくなってるんですね。昆布の旨味がしっかり甘鯛に移っております。こっちの切り身にもいい感じに昆布の旨味が染みております。そしたらこちらを切って盛り付けていく。で、今日はこちら、赤ウニを買ったんですよ。この昆布締めと赤ウニ合うんじゃないかなと思って、添えていきたいと思います。よいしょ。ウニを添えて、はい、こちら、甘鯛の昆布締め赤ウニ添えの完成。そしたら、鱗焼き作っていきたいと思います。はい、ではでは、こちらの甘鯛の切り身の鱗の方に、熱々のサラダ油を2、3回ぶっかけて、この鱗をパリッパリにしていきたいと思います。いきます。はい、こんな感じに逆立ってパリパリになりました。もう一丁いきます。はい、そしたらこのように鱗がパリッパリになりました。こちらに塩を振ってグリルでしっかり焼いていきます。はい、では焼けました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはこちら、甘鯛の昆布締め。湯引きの方からいただきます。醤油にちょっとつけて、いただきます。うんまっ。舌にまとわりつきますね。で、甘鯛っていうだけあって、甘い。じゃあ、ウニを乗せて、これでつけて、いただきます。
うわー、うめえ。倍ぐらいうまなった。で、次はこちら、皮なし。どうだろう。いただきます。皮なしはお腹の方なんですけど、脂乗ってるな。じゃあ次はこちら、鱗焼き。いただきます。めちゃめちゃうまいが、これ。鱗って、口の中残んないの？臭くないの？って思う方、たくさんいると思います。答えましょう。残らない。バリッバリでね、口の中でパンパーンって砕けていきますね。これ甘鯛じゃないです。馬鯛です。馬鯛です。ちょい滑り。はい、ということで今日はこちらの甘鯛の鱗焼きと昆布締めときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの。でん！銀色のやつ。うわ、ちゃー。うわ、やばい。今日ひどい。うわ、はい、こちら。8対2ですね。いただきます。うめえ。泡があってもうまい。じっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は市場で買ってきた甘鯛を使って2品作ってみましたけども、どちらもとっても美味しかったです。特に甘鯛の鱗焼き。あれはぜひ皆さん一度試してほしいなと思いました。美味しかったです。甘鯛以外にも、ああいう調理法できるんじゃないかなと思いましたので、またやりたいなと思います。というわけで、今日はあれでしょ。バイバイ。